東京町探検です。今回は北区の王子飛鳥山です。ここには紀州熊野の景観が再現されています。王子という地名の由来、将軍吉宗の思い、渋沢栄一が守った江戸の遺産を巡る探検、どうぞご覧ください。スタートは京浜東北線王子駅の近くにある醸造試験所跡地公園の前です。公園を出るとすぐ歩道の左側に柵があります。この下には石神井川が流れています。蛇行していた石神井川をショートカットした分水路です。画面左奥から流れてきた石神井川はそのまま右へ流れていました。ですが、ここに壁を作り、手前に流れるよう地面を掘り下げて分水路を作りました。分水路は私の後ろにある飛鳥山の下をトンネルで抜け、石神井川の下流部分につながっています。分水路の分岐点を見に行きましょう。正面に見えるコンクリートの壁が分岐点です。かつてはあの向こう側からこちら側に流れていました。今も水門からある程度の水を取り入れているようです。石神井川が流れていたところは親水公園になっています。かつての石神井川、現在の音無親水公園にかかっている音無橋です。この辺りの石神井川は音無川と呼ばれていることが命名の由来です。橋を渡ったところに王子神社があります。鎌倉時代末期にこの地を治めていた利島氏が紀州熊野から脈一王子を勘定し、熊野信仰の拠点になりました。かつては脈一王子宮と称していたことから、この辺りの地名が王子になりました。この後飛鳥山に行きますが、そこも利島氏が熊野の飛鳥明神を勘定したことから名付けられました。さらに脈一王子宮と飛鳥山の間を流れる石神井川も、熊野本宮前を流れる音無川の名で呼ばれました。裏手から親水公園に下っていきましょう。この下へ降りることもできます。こちらは下流側です。こちらが上流側。奥に音無橋が見えています。王子駅前です。線路をくぐった東側に駅前ロータリーとバスやタクシー乗り場があります。都内で唯一残っている都電荒川線、愛称桜トラムの駅があります。もう一度線路をくぐり東側に来ました。左手の小高いところが飛鳥山です。もちろん階段で登れますが、楽しい乗り物があります。飛鳥パークレール、通称アスカルゴで飛鳥山の上まで登れます。
北区が運営しており無料です。1本のレールの上を走るのでモノレールに分類されています。4時までです。はい、わかりました。ドアが閉まります。ご注意ください。倍賞千恵子さんの飛鳥山ガイドを聞きながら2分程度で飛鳥山山頂駅に到着です。形がカタツムリに似ているのでエスカルゴならぬアスカルゴです。これは公共基準点です。三角点や水準点と同様に緯度、経度や標高を測量する基準点です。三角点などは国土地理院が設置していますが、こちらは都道府県や市町村が設置しています。これは北区が設置したもので、これによれば都内で最も低い自然の山とされている愛宕山より低いのですが、地形図には記載されていません。飛鳥山は現在も花見の名所ですが、ここに桜を植えさせたのは8代将軍吉宗でした。以来、江戸近郊の桜の名所として知れ渡り、行楽地になりました。農民には田植え前に活力を養わせ、町人の人気も出る。それが吉宗自身の出身地である紀州にちなんだ場所なら申し分ないということのようです。公園内には多くの石碑があります。これは佐久間象山が勤王の志を桜に託した詩、大武の碑です。これまでお話ししてきた豊島氏や吉宗のこと、地名の由来などを記した飛鳥山の碑です。さらに行くと子供の遊び場があります。その一角には都電の車両が保存展示されています。中に乗ることもできます。隣には蒸気機関車です。こちらも乗ることができます。明治の初めに渋沢栄一を中心に王子に製紙工場が作られました。後の王子製紙です。ここは会社の記念館から発展した紙の博物館です。隣は北区の歴史などを展示する北区飛鳥山博物館。そして渋沢資料館です。渋沢栄一は晩年ここ飛鳥山に住みました。その屋敷跡は旧渋沢庭園として公開されています。屋敷の大部分は空襲により焼失しましたが、2棟だけ現存しています。その一つがこちら、清園文庫です。30の祝いと男爵から子爵への賞爵を祝して贈られた小図書館だそうです。重要文化財に指定されています。内部にも入れますが、この動画では外観のご紹介にとどめます。ここには東屋が建っていたそうです。
現存するもう一頭がこちらです。喜寿を記念して贈られた談話室で晩香炉と名付けられています。内外ともにモダンで細かなデザインの美しい建築です。晩香炉も重要文化財に指定されています。旧渋沢庭園を出て本郷通りを南へ向かいます。江戸時代は将軍が日光東照宮に社参する際に通った日光おなり道でした。岩槻街道とも呼ばれました。本郷通りの真ん中に高い木が立っている緑地帯があります。これを避けるように道路がカーブしています。これは一体何なのでしょうか。これは西ヶ原の一里塚です。幕府は主要街道の一里ごとに一里塚を設け、距離の目安にしました。一里塚は街道の左右に一対置かれ、えのきが植えられていました。ここは一対の塚が2つとも残っており、全国的に見ても貴重です。実は大正時代に東京市電を通す工事のために撤去される計画がありました。しかし、渋沢栄一や東京市長らを中心とする地域住民の運動が実り、保存されました。道路の向こうは国立印刷局東京工場です。紙幣や収入印紙、官報などを印刷しています。先ほど渋沢栄一が王子に製紙工場を建てたお話をしましたが、その一角に紙幣を印刷する大蔵省の工場も置かれました。紙幣の国産化を目指して連携するためです。この工場は現在の国立印刷局王子工場につながります。全国6カ所の工場のうち2カ所がこの近くにあるわけです。地下鉄西ヶ原駅です。今回の探検はここで終わりますが、最後に本編では省いたことを地図を見ながらお話しします。今回の地図です。王子神社、旧脈一王子宮と飛鳥山には紀州熊野の神様を誕生し、その間を流れる石神井川にもやはり紀州熊野の音無川の名を付けたというお話をしました。この辺りは紀州色に染まり、そこに紀州出身の吉宗も絡みました。ですがずっと昔には、それがどのくらい昔かは分かっていないのですが、石神井川はこのように流れていました。王子神社と飛鳥山の間を流れていなかったのです。そしてこの先は駒込、根津、上野の不忍の池へ流れていました。どうしてこのように流れていたかというと、王子神社のあたりは高台になっています。この北の方も結構高くなっています。そして飛鳥山はもちろん高台です。で、この先も結構細く長い高台になっています。こんな感じです。音無川と名付けられた川は、この高台の間を流れていたのですが、昔はここがつながっていたと考えられています。そのため、ここで高台にぶつかった石神井川は南へ流れていったわけです。ところがある時、この部分が崩れ、石神井川は東へ流れ出ました。これが自然の力によるものなのか、あるいはこの地を治めていた豊島氏などが崩したのか、専門家の意見も分かれています。いずれにせよ、一旦高台が切れて東へ流れ出ると、今の線路のところよりも東は下町低地ですので、この辺りとこの辺りとでは大きな高低差が生じました。
台地から低地に出るこの辺りは滝のように流れ落ちていたはずです。それまでは台地の中をゆるゆると流れ下っていたのに比べて流れは速くなりました。滝の川の別名にふさわしい急流だったはずです。すると川の侵食力は増し、この辺りは深い渓谷になりました。前回の動画で滝の川は渓谷になっており、何本もの滝が流れ落ち、江戸近郊の行楽地になっていたというお話をしました。その景観は石神井川の流路変更の産物だったのです。なお、元の石神井川がその後どうなったのかについては以前の動画でお話ししておりますので、画面右上のカードや概要欄のリンクからご覧ください。十条から飛鳥山まで6回にわたって歩いた今回の探検はこれで終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。なお、今回の6本の動画を再生リストにまとめておりますので、よろしければ画面左のサムネイル画面からご覧ください。では次の探検でまたお会いしましょう。